では、全体見取り図ですね、ハウルの動く城の魔法使いの一覧ですねとプロットを紹介しました。ハウルの動く城にですね、冒頭から順番に登場する魔法使いの一覧を作りました。ハウルです。ハウルはですね、本体が鳥です。鳥なのでですね、例えば実はなんでソフィーがハウルの城に最初入れたのかっていうと、カカシが持ってきた鳥の杖ですね。鳥が握り手になってる杖があるんですけど、あれがですね通行証になってるんですよ。でカカシが杖をわざわざあんなものをアップで写すの変でしょ。あれカカシが持ってくるところでですね、カルシファーが騙されて入れちゃったんですね。本体は鳥、それがハウルです。で2番目に出てくるのがですね、荒地の魔女、光に弱いと書いてるんですけども、これどういう意味かっていうと、荒地の魔女ね、一番最初に登場するシーンがこの上の2つです。一番最初からこう腰に乗ってるんですね。でこれで太ってるから動かないんだとか思ってる人もいるんですが、そうじゃないですよ。光を徹底的に嫌ってると。だから黒いカーテンつけてるんですね。でなんか太っててブサイクだって思っちゃうんですけど、実は一番最初に暗がりの中でソフィーの店に来る時にめっちゃくちゃ美人なんですよ。すごい綺麗で、でかいはでかいんですけど、すごい綺麗なんですけども、ところが後にですね、この階段登っていくシーンでこういうふうにぐちゃぐちゃブサイクになると。でこれをですね、坂道階段を登ったから疲れて汗かいてブサイクになったというふうについつい思っちゃうけど、違うんですよ。宮崎アニメにはですね、すごい法則性があります。この魔女は光が弱点なんですね。なのでこの暗いカーテンを引いた腰の中から降りて明るい光の中を歩くことを強要されて、坂道を上がっていく時にどんどん魔力を失っていくんですね。でなのでどんどん老けていってしまって、最後にですね、サリマンに騙して連れ込まれた部屋で周りに電球がガッと灯って、その電気の光で周りから一斉に浴びせられて影がなくなっちゃったんですね。なのでこの、荒地の魔女というのは力を失ってしまったと。それぞれの魔法使いとか魔女ごとに弱点っていうのがあるんですけども、荒地の魔女2番目に出てきたですね、荒地の魔女というのは光に弱い魔女でした。3番目に出てくる魔法使いがですね、カカシです。このカカシはですね、最後に出てきていきなり魔法が呪いが解けて王子様になったという、なんかバカみたいな役だとついつい思っちゃうんですけど、これ違うんですね。例えばですね、洗濯物を干すシーンっていうのがあるんですけど、洗濯物を干すシーンでカカシや洗濯物を干すのを手伝ってくると、洗濯物が好きなんだなっていうふうにマルクルも、ソフィーも言うから、映画見てる人はついつい信じちゃうんだけど違うんです。カカシはその時遥か山の彼方をじーっと見つめてるんです。あれ何かというと、国に帰りたいなと思って見てるに決まってるんですね。だから洗濯物の遥か向こう高いところに立って、その山脈の向こう、わざわざ隣の国って見てるっていうのはそういう意味なんですね。そうやってあいつはずっともう一回人間に帰るチャンス、国に帰るチャンスっていうのをずっと探してるんですけども、なんで彼が魔法使いなのかっていうと、ここですね。最後にですね、これちょっと分かりにくいんですけども、サリマン先生がですね、覗いてる水晶機の中に映る、ほぼラストシーンです。ソフィーたちが手を出てやっと王子様に戻れたカカシですね。隣の国の王子ですって言ってた人がですね、棒に乗ったまま空を飛んで国に帰るんですね。で変ですよね。もうね、呪いは解けてんですよ。じゃあなんで棒に乗って空を飛んで帰るのかと、こいつが魔法使いだったからに決まってるんですよ。王子なのに魔法使いって変でしょ。だってハウルたちがいる国は王様は魔法を使えなくて科学の力で戦おうとしていて、サリマンが王立魔法学校というのを作って魔法使いを育成してるんですから。ということは隣の国とは国体が違うんですよ。隣の国っていうのは王子が魔法使いだから、もちろん王様も魔法使いで、魔法使いが建国した国なんですね。隣の魔法帝国、魔導帝国っていうのがあって、それが軍事的に恐ろしいからハウルたちがいる国というのは科学の力も利用してさらに戦おうとしていると。進撃の巨人でいうマーレみたいなもんなんですね。そうやってその科学&魔法の力で隣国の巨大な魔法力に対抗しようとしているわけです。でということはですね、これを誰がカカシに変えたのかっていうのも明らかで、隣国に対する攻撃をやったのはもちろんハウルたちが住む国であり、それはおそらくサリマン先生なんですけど、これもちょっと後で説明します。で、
4番目の魔法使いマルケル、ハウルたちと一緒にいる男の子ですね。これに関しては別に今のところそんなに深いツッコミはないです。魔法使いの弟子なんですけども、ですね、ハウルの動く城って全般ディズニーのファンタジアに軽く喧嘩売ってるところがあってですね、特にハウルの近くに幼い頃のハウルの近くに星が降ってくるあたりの描写というのはまるまる何かそのファンタジアのですね、同じようなですね、水の精みたいなのが飛んでいくシーンがあるんですけど、それに対して俺の方がもっとすごいぞなんですよ。でハウルの公開時期見ると宮崎駿が喧嘩を売った対象は2つあって、1つはハリー・ポッター、1つはファンタジアなんですね。古典的な魔法アニメっていうのに対して違うだろうこうだろうっていう成果を叩きつけるのと同時に、ハリー・ポッターの都合のいい魔法に対して違うだろう魔法っていうのはこうだろう魔法戦闘っていうのはこうだろうっていうふうなこの喧嘩の売り方がなかなかかっこよくてですね、その中でも出てくるマルケルっていうのは、じゃあもう魔法使いの弟子っていうのはこんな感じだって、ここはちょっと遊びで出してると。宮崎さんはそのコンテキ行ってる時にとにかく子供はマルケルとカルシファーと犬出たからもうこの3つで子供人気はつかんだっていうふうに言ったそうなんですけど、そういうなんかマスコット的な役割やってます。5番目ですね、三下の飛行怪物ですね。これは中盤に出てくるハウルと空中で戦うシルクハットをかぶったですね、怪物みたいなやつです。でこれは、なんていうこともないんですけども、三下の同業者が現れたぜっていうふうにカルシファーに言うと。で、あいつらもう人間に戻れないなっていうふうに言うんですけれども、同業者ですからですね、これはですねおそらく敵の、魔法帝国のですね魔法使いなんですよ。でそれがもう人間に戻れないぐらいの変身をさせられているという設定です。でなんかな、敵がシルクハットをかぶってるから多分ね、自分たちはドイツ、コルマールっていうですね、コルマールとかストラスブールあたりのですねアルザス地方ですね、いわゆるフランスとドイツの国境近くで50年ごととか30年ごとぐらいに国境が変わってフランス領になったりドイツになったりするあたりあるんですけども、ハウルの動く城ってあたりを舞台にしてるんですね。だから今回のアニメではですねポスター類とかが全部ドイツ語で書かれてるんだから一応ドイツ領でしょ。でそれに対して襲ってくる敵の魔法帝国っていうのはシルクハットかぶってるから、おそらくイギリスっぽいやつじゃないかなっていうふうに考えていますですね。で次、犬の牝。犬の牝がですねなんで魔法使いなのかっていうとですね、宮崎さんがですねもう一番最初にですね企画書を書いた時にですね犬人間って書いてるからなんですね。犬の牝っていうのはサリマン先生によってなんだろうね、罰を与えられたかなんか分かんないけど、お前は犬としてずっと私に仕えてスパイの役割をしなさいというふうに言われているんですね。だから最後にですねヒンがですねサリマン先生の失敗を嘲笑うと、この浮気者っていうふうに言うと、裏切り者じゃなくてこの浮気者っていうふうにサリマン先生が言うってことは、サリマン先生は基本的に自分の使い魔にしてるようなやつは全て一時は自分の恋人でですね、その恋人をなんだろうな、籠絡することによって恋に落とすことによっておそらくそいつらを使ってたんじゃないかなっていうのが僕の考えというか、映画の中で基本的に流れている情念みたいなポイントですね。でなんでこれを僕犬人間っていうのかっていうとですね、ソフィーがこの牝を持ってですね階段登るシーンがあるんですけども、これですねやたら重いんですよ。ソフィーが予想しているよりずっと重いんですね。なんでかっていうと、犬に変身させられるけど体重が人間のままなんですよね。だからなんであんたこんなやたら重いのよって言いながらソフィーがものすごい一生懸命持ち上げてるんですよ。であんなシーン入れるのはやっぱりそれを見せるためなんですよね。あんた重いわねじゃなくて、なんであんたこんなに重いのよっていうのは意外な重さがあると。それは何でかっていうとサリマン先生の残酷さですね。人間を犬にしてしまってそれで何十年も刺激してるっていう、なんかそういうサリマン先生の残酷さを出すために犬の牝っていうのを出した。でも同時にこれ二重構造のいいとこですよね。女の怖さを出しながら同時に犬が出てきたら子供は喜ぶ、よしもう俺勝ったというのがちゃんと計算で働いてるんですね。で、サリマン先生です。サリマン先生は今でもなく後でもう少し説明しますけれども魔法使いです。で、王国の魔法学校の校長みたいな立場でもありますけれども、これかなり怖い人です。ラピュタでいうムスカみたいなポジション
だと思ってます。サリマン先生の近くにいる小将たち、つまり、子供の頃のハウルそっくりの、男の子たちですね。この自分の身の回りで使えている者たち、執事代わりに使っている者たちを全部ハウルの幼い頃と同じ姿にして使っているということが、サリマン先生とハウルの昔の関係のこのエロさっていうのかな、ドロドロさっていうのをもうちょっとね見てあげた方がいいと思うんですよ。宮崎駿別にあそこで手を抜きたいから全部同じ顔にしたのでも何でもなくて、ここには何かあるよ、気がつくだろう、女怖いからなっていうふうに書いてるわけですね。で最後はですねソフィーです。ソフィーがですね魔女だっていうふうなことを何かあんまりなんだろうな、言う人が少ないんで僕びっくりしてるんですけども、ソフィーの魔女っていうのはもう宮崎駿ちゃんと絵で描くんですね。ラストシーンです。ラストシーンのソフィーはずっと最初のシーンからですね外出する時に麦わら帽子かぶってるんですけど、麦わら帽子には必ず赤いリボンついてるんですね。でその赤いリボンと赤い肩掛けをですねいつもずっと持ってます。それはおばあちゃんになっても自分が女の子だという印で持ってるんですけども、ラストシーンだけこのリボンが急に黒くなってるんですよね。で黒のリボンっていうのはもう完全にその魔女の宅急便の頃からですね魔女のシンボルなんですよね。だからここで黒いリボン見せたんだから、ソフィーが魔女だっていうことはもう皆さん言わなくても分かってるでしょっていうちゃんと証拠を残してくれてるんですけども、一応ここでですね、登場する魔法使い全部でですね、9種類ですね、ソフィーを入れてこんだけいるというふうに考えておいてください。そうなんですよ。知らんがな分かりませんでしたというふうに言うんですけども、その通りなんですよ。宮崎駿は一筋縄ではいかないだからご都合主義なんか書かないところがですね面白いところなんです。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。